こんにちは、青22号です。タミヤの24分の1トヨタ GR スープラの製作の続きです。前回までにシャシー周りのパーツの塗装が全て終わったことになるので、今回はそれらを組み立てていくことにします。接着は全てゴム系接着剤の G クリアを使っています。プラスチック用の接着剤を使わないわけは、塗装したもの同士を接着するときにプラスチック用だとやや接着力が弱まってしまうというのが理由の一つですが、大事な理由がもう一つあります。それは G クリアだと塗装表面を溶かさないので仕上がりがきれいになるという理由です。確かに G クリアは粘性が強いために糸を引くことがあるので、それらが表面に残ることがありますが、硬化する前なら完全に取り除くことができます。一方のプラスチック用の接着剤は糸を引くようなこともなく流し込んだりすることもできるので、とても作業はしやすいと言えます。ですが、表面を溶かしながら接着するという性質上、一旦表面に付着すると元に戻すのは簡単ではありません。意図していないところに接着剤がついてしまった場合、それを修正するのが難しくなることがあります。結局、接着するときに多少慣れは必要ですが、G クリアの方がリスクが少ないということになります。接着剤をつける場所は、あらかじめパーツ同士を仮に合わせてみて確認しておきます。後で完全に取り除けるとは言っても、余分な量をつけない方がいいのは G クリアも同じです。引き続きシャシー周りの組み立てが続きます。ブレーキディスクの中にポリキャップをはめてアップライトの部分に接着します。ここも G クリアで接着します。 G クリアは硬化するまでの時間が長いので、なんとなく接着力が弱い気がしてしまいますが、完全に硬化すると十分な接着力を発揮するようになります。だいたい1時間くらいで接着力を発揮し始めますが、完全に硬化するまでには24時間ほどかかると思った方がいいようです。硬化後も接着剤自体は多少弾性があるので、接着するときにパーツ同士をしっかりと押さえておきます。シャシー後ろ半分の組み立てが終わったので、今度はフロント側を進めていきます。これは以前塗り分けしたフロント側のサスペンションのパーツです。リアの時と同様に中にポリキャップを仕込んでブレーキディスクで蓋をします。ディスクのパーツは左右で異なりますが、アップライト側の接着するところの切り欠きの位置が左右を間違えないためのガイドになっているので、それとキャリパーの位置を説明書で確認しながら合わせれば間違えることはないと思います。ステアリングロッドは今はとりあえず片側だけはめておくことにします。この車はステアリングロッドがウィッシュボーンの形をしたロアアームの中をくぐるように取り付けることになっているので、もう片側へのロッドの接続はそこを通した後に行うことになります。通常のカーモデルだとステアリングロッドは左右のアップライトに先に接続してからシャシーに取り付けることが多いと思うのですが、今回はそれができないので注意が必要です。最後にエキゾーストパイプを接着してシャシー周りの組み立ては完了となります。説明書通りに塗り分けて組み立てただけですが、意外と密度感が出ていてかっこよくなったと思います。一方、こちらはホイールのスポークのパーツです。ホイールはメッキのメインのパーツと今塗っている黒で仕上げるスポークのパーツに分かれていますが、黒で塗装しやすいようにスポークは一度全体をグレーで塗っておきます。こちらはそのメインとなるパーツです。塗り分けをしやすいようにタミヤは黒のスポークとそれ以外のリムのパーツを別パーツにしたわけですが、それでもなおこのリムのパーツは塗り分けが残っています。メッキのスポークの部分はそのままメッキを残せばいいのですが、リムの内部を黒で塗ることになっているので、そのためのマスキングをしていきます。マスキングはテープとゾルを使います。リムとスポークが接するところはマスキングテープを使い、それ以外のところはマスキングゾルを使います。ゾルを塗るときに使う筆は筆先にあらかじめ筆ピカリキッドをつけておきます。ところでここで注意するところがあります。説明書ではリムの内部のみを黒で塗ることになっていますが、それだと黒のパーツをはめたときにメッキが少し見えてしまうので、少し広めに黒を塗るようにマスキングします。
先ほどグレーで塗ったスポークのパーツを黒で塗っていきます。このパーツは成型色が黒だったので、そこへ直接黒を塗るとどこまで塗ったかが分かりにくいので、一旦グレーを塗ってから黒を塗っています。二度手間のように感じるかもしれませんが、成型色が黒の上に黒を塗るというのは意外に難しいものです。塗った表面の状況が分かりにくいので、塗る量の加減が難しくなるからです。リムの内部を塗るときは砂拭きにならないように注意します。一点に集中して塗ってから次に移るのではなく、全体をまんべんなく塗っていくようにします。乾いた部分と乾いてない部分の差をできるだけ少なくなるように塗り、全体が同じタイミングで乾いていけるように塗るような感覚です。実際には難しいですが、塗り終わったらマスクを剥がしていきます。剥がすときにメッキの表面を傷つけないように注意します。メッキ表面は一度傷がついてしまうとリカバリーはほぼ不可能です。コンパウンドで磨いたりしても元の輝きが戻ることはないと思います。特に今回のこのパーツはメッキがとても綺麗なので十分注意する必要があります。塗装が終わったのでスポークをリムに接着していきます。接着にはやはりゴム系接着剤の G クリアを使っています。 G クリアなら接着するところのメッキを剥がさなくても接着することができます。スポークの黒パーツとリムの内部に塗った黒い部分との境目はなんとかシームレスに黒い部分がつながってメッキ部分が見えるようなことは避けることができたようです。接着作業が終わったらホイールにタイヤをはめていきます。タイヤは左右は共通ですが、外側と内側は決められているようなので、説明書の図を見ながら向きを確認します。タイヤをはめ終わったらシャシーに取り付けていきます。ホイールの中心にはトヨタのロゴマークのデカールを貼ることになっていますが、先に貼ってしまうとシャシーに取り付けている時に剥がれてしまうことがあるので、現時点ではまだ貼っていません。4輪ともシャシーに装着してから後でまとめて貼っていきます。これにて足回りは完成です。ボディにクリアを塗っていきます。赤の塗装は終わっているのでクリアを塗り重ねていきます。1回塗っただけでは層の厚さが足りないので、乾燥を挟んで何回か塗り重ねる必要があります。特に今使っているオートクリアは乾燥後に塗膜が薄く仕上がる性質を持っているので、濃いめに希釈して厚塗りしても一度の塗装でそれほど厚みを稼ぐことが期待できないという性質を持っています。もちろんこれは細かなディテールを維持することができるという利点でもあるのですが、厚みを稼ぐには地道に塗り重ねていくしかありません。だいたい5回くらい塗り重ねていくことになります。希釈はそれほど濃くしたりはせず、むしろ少し薄めなくらいで塗っています。シンナーの比率が多くなるとそれだけ乾燥時間が短くなります。ということはつまり次に塗装するタイミングを早めることができるということでもあります。間隔はだいたい2時間くらい空けて1日に 2,3 回ずつ数日に分けて塗っていきます。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。